皆さんこんにちは、フーディーボーイです。最近アップした焼き鳥の動画がとても好評なので、今回は超高級な焼き鳥篠原さんに行ってきました。場所も東京都港区の西麻布という芸能人もよくいると噂のお金持ちが遊ぶエリアにあります。高級な焼き鳥ってどうなの？いくら素材にお金かけようとしても鶏肉なんだから絶対安いしぼったくりじゃないの？ほとんど場所代でしょ？みたいに思った方もいるかもしれませんが、そんなことは全くありません。結論から言うと、人生で一度は最高級に美味しい鶏料理を食べてみたいと思った方は、値段や場所に関係なくこちらへ行ってみるべきだと思いました。そう思った理由は3つあります。1つ目が幻の高級ブランド地鶏である高坂鶏を堪能できるからです。高坂鶏というのは世界で唯一無菌状態の鶏肉で、安心して生で食べられる上に熟成までできちゃうすごい鶏肉です。一般的な鶏でも鶏刺しという料理もあったりしますが、これは菌を含む内臓などの部分を肉の部分に触れさせないよう綺麗にさばくことで食べられることができています。なのでそういったものは完全に無菌状態ではなくて、安心しきることはできないですし、菌が繁殖するので熟成はできません。ですが高坂鶏は1ヶ月熟成した後でも生で食べられてしまうそうです。この高坂鶏は生産者さんが信頼している料理人さんにしか卸さないそうで、全国でも食べられるお店がかなり限られているのもあって、幻の鶏と呼ばれています。前回の横浜編の動画のリバティさんでも 2,3 本は出てきましたね。しかも篠原さんは高坂鶏というブランド地鶏の中でもさらにプレミアムな神戸高坂鶏のみを提供しているそうです。2つ目の理由が鶏肉以外の素材へのこだわりがすごいからです。シェフ自らが必ず生産者さんを訪ねてご自身の目で使用するものを判断されているそうです。例えばチーズは北海道へ、ハーブは広島の鍛冶屋農園さんへ自ら足を運んでいるそうです。3つ目が焼き鳥以外の鶏料理も抜群に美味しいからです。全25品あるうちの10品が焼き鳥の串で、他はそれ以外のものが出てきます。焼き鳥一辺倒ではなく手の込んだ料理がたくさん出てくるので、飽きることなくゆっくりと幸せな時間を過ごせます。具体的にどんな料理が出てきてどれぐらい美味しいのか、その日いただいた全メニューとともに紹介します。まずは高坂鶏の水炊きスープ。お椀の中にはワンタンと透き通ったスープ、その上にネギが添えられています。高坂鶏の旨味の強い出汁に少量の塩で味が整えられています。プルプルのワンタンがそのスープとよく絡んでいるので、ワンタンの中の鶏と合わさってさらに旨味がしっかり感じられますね。薬味のネギによって爽やかな後味がありつつも旨味の余韻が強いです。次はあまおうと金柑の白あえ。あまおうの甘さと金柑の香り高い風味が白あえにすることでまとまりが出てきて、甘みと香りがいい感じに融合されていますね。こちらのメニューは季節によって旬のものが提供されるらしいです。この時点ですでにいい意味で焼き鳥屋さんっぽくなくて日本料理屋さんのような感じがしますね。次は高坂鶏のお作り。早速幻の鶏の本領発揮ですね。もも肉、胸肉、砂肝、白レバーが出てきます。高坂鶏だからこそできる熟成された鶏の刺身はどれもクリーミーで、柔らかい食感と旨味が強いのが特徴的です。中でも特に白レバーは異常な滑らかさになっていました。まるで良質なバターのような口どけの良さと濃密なクリーミーさが混在していて、肝の旨味が舌にまとわりついてきます。熟成された鶏の刺身はコリコリした弾力を楽しむというより、ゆっくり噛み締めながら旨味を楽しむ感じです。熟成した魚と一緒の原理ですね。次は胸肉の焼き鳥。ここでようやく串が出てきます。見ての通り肉厚で表面に肉汁が滴ってますね。肉の部分は胸肉といってもパサつく感じや淡白で食べ応えがいまいちということは全くなく、ジューシーで旨味が強いです。これも生焼けで食当たりする心配がないからこそできる火入れなのでしょうかね。皮はパリッと仕上げてあり、炭の香りがしっかりします。次は高坂鶏の生つくね。こちらは金柑の醤油漬けとネギを上に乗せながら海苔で巻いていただきます。ブチュッと潰れて濃厚な卵黄がしっとりふわふわの生つくねと一緒にねっとりと絡み合って混ざっていきます。かといって口の中にベタつくような感じが残るわけではなく、口どけよく旨味だけ残して消えていきます。まるでマグロのトロの巻物のようですね。次は鍛冶屋農園さんのハーブサラダ。こちらは名物のようですね。リース状にして見せていただきますので、女性受けも SNS 映えも抜群ですね。盛られた後も透明な器の中でまるで小さな植物園のようで綺麗ですね。シェフが直接素材の良さを確かめているだけあって、見た目だけではなくそれぞれ素材が食べ応えのある美味しさです。なのであっさりめのドレッシングがかけてあっても味わい深いです。次は鬼おろし。こちらは箸休めです。おかわり自由なのでゆっくりと長いコースを食べるにはありがたいですね。大根の爽やかな辛みと対照的な甘めの醤油と相性が良くて、ついつい食べちゃいますね。おかわり自由だからこれで元を取ってやろうというわけではありませんよ。次はレバーパテ。こちらはくるみを生地に練り込んであるパンに塗っていただきます。パテにしてもレバーの旨味の強さは健在ですね。むしろ濃厚さは刺身で食べるよりも増した気がします。ところどころくるみのサクサクとした食感も心地いいですね。次はささみの焼き。こちらは贅沢すぎる量のキャビアを上に乗せてくれます。焼き加減はレアに仕上がっていて、内側の艶っぽい薄ピンク色が少し見えていますね。こちらも胸肉と同じくパサつきは全くなく、ふわっとし
した食感で簡単に歯で裂けていくような食感です。キャビアも見かけ倒しではなくクオリティが高いです。綺麗な深緑色で一粒一粒がしっかりと立っています。なので食感もしっかりしていて対照的にふわっとしているささみの肉質ととてもよく合います。またただのお飾りとは言えない量のキャビアなので塩味と旨味がしっかり感じられて最高ですね。次はメイクインのバター焼き。こちらは2年間雪の下で熟成したメイクインです。なので普通とは全然違ってギュッと濃縮された甘さです。しっかりとしたゴロゴロ感は残しながらもホクホクと崩れるような食感があって火入れ加減が絶妙ですね。甘い香りとバターの芳醇な香りのコンビネーションが食べる前から後までずっと感じられます。これは幸せな気持ちになりますね。次はネギの焼き浸し。見ての通りトロトロに柔らかくなるまで火入れされています。その上にかかっているとろみのあるタレと一緒に食べたら内側にあるトロトロになったネギの部分と一緒にとろけていくような味わいです。またネギの外側にもしっかりと焼き目をつけられているので香りも良くて見た目以上の満足感があります。焼き野菜のこだわりもすごいですね。次は肩の串焼き。こちらは先ほどの胸肉に似てますがさらに脂が乗ってて超ジューシーです。脂といってもさっぱりしててサラサラと口どけがいいですね。また胸肉と違うのは噛み応えのある弾力です。歯を押し返すような食感ですがプリッと噛みちぎれば肉汁がジュワーッと溢れ出すので食べ応えが抜群ですね。次はももと胸のたたき。中心部分はほぼ生で外側だけ火が通っている半生ですね。なので焼き鳥と刺身のいいとこ取りといった味わいです。パリッと焼き上げられている皮の部分は焼き鳥の香ばしくて脂がジューシーな味わいで中心の生の部分は刺身のしっとりとクリーミーな味わいです。次はえのきのステーキ。こちらはバジルの入ったバターソースのようなもので焼き上げられていて爽やかかつ芳醇な香りがたまらないですね。また崩してみるとえのき自体の甘い香りの湯気も中からブワーッと出てきます。えのきのシャキシャキ感とみずみずしさに加えてこんがりした焼き目は相性抜群でこれならステーキと呼ぶのも納得ですね。次は提灯。最近の僕の動画を見てくれている人には毎回のように出てくるので説明不要かもしれませんね。卵巣の部位のことでプチッと弾けると濃厚な卵黄が溢れ出てきます。超希少部位なので普通は1個か2個ぐらいしか提供されませんが贅沢すぎる量を提供してくれるのはさすが高級店なだけありますね。卵の味わいで口の中がいっぱいになるのは至福ですね。次はせせりの皮付き。せせりとは首の部位でコリッとした食感が特徴的ですが皮と一緒にいただくことでさらに食感に弾力が加わって食べ応え抜群です。また見ての通り肉厚な皮の脂は噛めば噛むほど旨味が出てきて最高ですね。次は茶碗蒸し。プルプルの食感でいいお口直しですね。中にはもちろん高坂鶏が入ってます。なのでお口直しといってもやはり高坂鶏の旨味が強いからか淡白なわけではなく旨味の強い出汁になっていて食べ応えのある茶碗蒸しです。これが締めでコースはここで終わりと言われても違和感がないぐらいこの時点で満足しています。ですがまだまだこれから出てきます。次は手羽先。見ての通り身がパンパンで超肉厚です。肉厚だからこそできるかぶりつくような野生的な食べ方ってたまらないですよね。中は半生になっていますが外側はカリッと焼き上げられているので肉厚な身の中でも味わいにグラデーションがあって面白いですね。次は柏。こちらは自家製のラー油を使ったピリ辛のタレをかけてあります。他の部位と同じく肉々しくて油と旨味たっぷりで食べ応えは抜群です。またそれに加えて中華風味のタレのおかげかさらにコク深い味わいもあっていいですね。次はつくねの串焼き。一見カリカリに焼いてあるように見えますがなんと中はかなりレアです。静岡で有名な爽やかというハンバーグ屋さんのようですね。外側は溶けた油と肉汁が滴っていてジューシーですが中心部はしっとりと溶けていくような味わいで普通じゃない食感を楽しむことができます。またたくさんの部位が集まっていておそらく軟骨とかも入っているからかコリコリした食感もところどころにあっていいですね。中心部がレアなのでわさびが刺身と合うイメージと一緒で相性がとてもいいです。次はセギモ。こちらはサンチュにくるんでいただきます。タレと肝の強い旨味でパンチの強い濃厚な味わいですがみずみずしいサンチュによって爽やかに調和してくれます。コース終盤にはありがたいですね。次はトマトの酢漬け。お口直しに出てきますが甘みが強くてこれが最後のデザートと言われても違和感がないですね。アメーラトマトという品種を使用しているそうで強い甘みと酸味のバランスが程よいです。また酢で漬けることで通常よりは柔らかくなっています。次は高坂鶏とそら豆の土鍋ご飯。これだけ大量のそら豆を使っているので心地いい青い香りが半端ないですね。自家製のからすみを上から振りかけて提供されます。からすみが締めにはちょうどいい塩味になっていてバランスがいいですね。また高坂鶏の出汁で炊き上げているそうで米自体にもしっかりと旨味があります。最後に高坂鶏のラーメン。たまに高級店を紹介するとこんなんじゃお腹いっぱいにならないとかケチをつけてくる人もいるんですがさすがにご飯もラーメンも食べられたらそういう人はいないでしょう。こちらも高坂鶏で出汁を取っているスープなので始まりの水炊きスープ同様に旨味の余韻があっていいですね。具が全然なくてもこのスープだったら食べ応えがあります。デザートはチョコレートアイスに柚子皮とカブのムースが乗っけたものが出てきます。アイスだけで出しちゃえっていうような妥協はせず一工夫があるので最
最後までしっかり楽しめますね。以上が今回焼き鳥篠原さんでいただいた全メニューでした。串が10本と他に15品で、全部で合計25品ほど出てきて14,000円のお任せコースでした。お酒は少し高めなので、予算としては2万円前後といった感じでしょうか。焼き鳥屋さんと考えたらものすごく高いかもしれませんが、世界で唯一無二の高坂鶏を使ってこれだけの品数が出てくることを考えたら納得のお値段ではないでしょうか。焼き鳥が食べたい気分だから焼き鳥屋さんに行くというよりも、幻の鶏を使った鶏料理を食べてみたいと思った方はぜひこちらへ行ってみてはいかがでしょうか。美味しそうだな、行ってみたいなと思った方は高評価をお願いします。今後もこういった動画を見てみたい、このチャンネルを応援したいと思ってくれた方はよかったらチャンネル登録もお願いします。それではまた。